どうも、ADHD です。今回は質問コーナーの動画を撮ろうかなと思ってまして、事前に質問も募集させていただいたんだけれども、質問を送ってくださった皆様ありがとうございました。できる限り全てお答えしたいなと思ってるので、この質問とこの質問似てるなっていうのはギュッとまとめてアンサーさせていただきたいと思っております。で、質問のジャンルとしては、僕のことについてと、あとは意外とこれ多かったのが ADHD のお子さんに関するお悩みに関すること。で、あとはその他の ADHD に関するあらゆるご質問について、多分ここがメインになると思うんだけれども、そんな感じでその3つのジャンルに分けて答えていければなと思ってます。じゃあまず簡単に自己紹介をしていきたいなと思うんだけれども、お話タイムの鈴木っていう名前で活動していて、お話タイムっていうのは僕、オンラインカウンセリングを運営してるんだけど、そのオンラインカウンセリングサービスの名前がお話タイムです。で、年齢は、山形県出身で MBTI は ISFP の A 型です。これ。3月18日生まれの魚座で、部活動はバドミントンをずっとしてきました。僕が持ってる障害とか精神疾患に関しては、今のところ発達障害のみ。今は通院もしてなくて、薬も服薬してないです。僕のメイクに関して気になってくださってる方がいらっしゃって、ちょっとびっくりしたんだけれども、僕メイクはしていて、でさ、僕の顔が怖いっていうコメント結構あると思うんだけれども、多分その怖い原因って多分このメイクのせいだよね。特にこの赤い目。僕にとってメイクは武装。少しでも自分に自信をつけるためにやってるようなことですね。だから別に綺麗に見せるための工夫とかそんなの全然取り入れてないし、基本的にその強いこだわりがあるわけではなく、とりあえず目赤くしたいなって感じで赤くやってます。で、次からお子さんに関する ADHD の悩みに関していろいろ僕なりの意見なので、本当にこれが絶対というわけではないけれども参考になれればなと思うのでいろいろお答えさせていただきたいと思います。子供が ADHD っぽいけど診断した方がいいのか、傷つけてしまわないか心配です。僕が子供だったらその診断するイコール負のラベルが貼られるみたいな、そういう不安とか恐怖っていうのは確かに少しあるかもしれないね。でも本来診断っていうのは今の辛さを乗り越えるためのツールみたいなものだと思うので、決して診断っていうのが単なるラベル貼りをしに行くところではなくて、今の辛さを乗り越えるための手段の一つにしか過ぎないんだよっていうのをお伝えして、その上でお子さんに診断しに行くかしに行かないかの判断を委ねた方がいいんじゃないのかなって僕は思いますかね。子供への声掛けや接し方、あと僕が子供の時に親にどう接してほしかったのか教えてほしい。まず ADHD のお子さんに対しての声掛けとか接し方に正解があるわけではなくて、お子さんと一緒に試行錯誤しながら見つけていくものだと思うので、これまでのやり方が間違っていたのかなっていう後悔とか不安は全然抱えないでほしいなって思うんですが、やっぱり僕は共感することっていうのは大事なのかなと思ってます。ADHD 傾向がある子供だと周りと比べて自分おかしいなって自覚する場面は多々あると思うんですよね。で、そんな時に必要以上に自分自身を責めすぎてしまって心を閉ざしてしまうみたいになりがちだけれども、それを防ぐためにも共感っていうのはすごく大切だと思ってて、共感できない場合は子供が話している内容をそのまま復唱するだけでもすごく子供は嬉しかったりすると思うので、積極的にお話の場を作るのはいいことなのかなと思ったりします。あと友達と馴染めなかったりとか、いじめられてしまったりとかすることもあると思うんですよ。そんな時は居場所をたくさん作ってあげたりとか、いろんな経験をさせる習い事とかクラブ活動とか、その中で何か自分が得意だな好きだなっていうのを一つでも見つけることができれば、子供の人生っていうのは大きく好転すると思うので、いろんな場所に連れて行ったりとか経験させることは大切なのかなと思います。発達障害は遺伝の影響が大きいと言われてますが、子供を作ることに賛成ですか？反対ですか？これは本当に答えのない難しい問題だなと思うんですけれども、まず子供がいなくても絶対に幸せな人生は送ることができると思うので、子供を作らないっていうのも立派な選択肢の一つだと思います。で、僕は発達障害として生まれた子供が親に対してなんで僕のことを産んだんだよ、なんで私のことを産んだんだよって憎めないほどの愛情とサポートが親の方からあれば、
幸せに生きることができるんじゃないのかなと信じているので、子供を作ることに反対っていう人間ではないです。子供の忘れ物や持ち帰り忘れを減らすためにどんなことをしたらよいのか。ADHD の場合は目もしくは耳から入る新鮮な情報であれば、その場でその情報に注意が向きやすいと思うんですね。なので僕は今何か準備をするそのタイミングの時に持ち物をスマホの画面に表示をさせるようにリマインダーに登録していたりしていて、小学生とかであればランドセルの蓋の内側とかにカラフルで大きく持ち帰らなきゃいけないものが書いてある紙を貼っておくだけでもだいぶ改善されるんじゃないのかなと思います。じゃあ次はその他の ADHD に関するあらゆることについてお答えさせていただきたいと思います。ADHD の人が苦手だなと思うのはどんな人ですか？また付き合いやすい人やこんな人とは付き合いたくないなと思う人はいますか？これは本当人それぞれだと思うので、今回は僕個人の意見としてお話ししますけれども、苦手だなと思うのは決めつけ思考の人ですかね。普通そうならないよねっていうやらかしをしてしまうのが ADHD だったりするので、多様な価値観を受け入れられないような人とは一緒にいられないし、多分その一緒にいる方もすごくストレスを抱えると思うので、そういう方は苦手なのかなって思ったりします。で、苦手までとはいかないけどこんな人とは付き合いたくないなっていうのは、自分のペースに合わせようとする人。こっちも必死で合わせるけれども、そもそも僕自身ペースが遅すぎたりとか早すぎたりとかしてちょうどいいスピード感で人生生きてないのでだから人に合わせるっていうのはすごく難しいですね。付き合いやすい人は比較しない人かな。自分の中ではすごく頑張ったと思うようなことでも、世間から見れば全然大したことないよねって思われるようなことでも山のようにあって、例えばゴミをゴミ箱に捨てられたとかねけどその僕の頑張ったことを誰とも比較せずにちゃんと認めてくれる人がそばにいてくれたら、もっと僕も頑張ろうと思えるので、そんな人とずっと一緒にそばにいたいなって思ったりします。ADHD と診断されるメリットとデメリットについて教えてほしい。メリットは自分がただダメな人間っていうわけではなく、障害があるからこういうことができないんだなと思えたりするので、自己否定が減って自分のことを受け入れやすくなるっていうのが僕にとっては一番の大きなメリットだったのかなと思います。あとは場合によっては学校とか職場に適切なサポートを求めやすくなったりとか、他にも薬が試せるとか、いろんな支援を受けることができるなど様々なメリットがあるんじゃないですかね。デメリットは、僕 ADHD だからこんなことやるの無理かなとか、ADHD だからこの人と一緒に付き合うのは無理かなとか、いろんな場面で躊躇することが増えたかなと思ってて、それがデメリットの一つだなと感じてます。その他には生命保険とか住宅ローンの利用できる種類っていうのが制限されてしまうっていうのも、デメリットなんじゃないですかね。ADHD を診断するにあたっておすすめの病院とかありますか？以前インスタのストーリーの方でおすすめの病院教えてくださいというストーリーを上げたことがあって、それをハイライトのところに残してあるので、ぜひそちらを見ていただけたら嬉しいです。ADHD を見極める方法はありますか？自分はただのバカなんでしょうか？ADHD の症状っていうのはみんな誰しもが経験したことのあるようなものがすごく多いと思うの。遅刻してしまうとか先延ばししちゃうとか。だからこそ自分が ADHD であるっていうのに気づくのがすごく遅くなったりしがちなんだけれども、ひとまず今生きていくのがしんどいっていう場合は、ADHD じゃなかったとしても今すぐ何かしらの対処をした方がいいですよね。で、その手段の一つとして病院に行ったりカウンセリングを受けたりっていうのはごくごく当然の行動だと思うんです。ですので今生きているのがすごくしんどいなと感じてらっしゃる場合は、自分はただバカなだけなんだっていう形で終わらせるのではなく、病院とかカウンセリングとかいろんなところに相談してみてください。ADHD と診断された後の流れについて知りたい。診断されたら基本的に薬をもらって終わりみたいな感じになりがちだとは思うんだけれども、ただいろんな支援とか福祉サービスが利用できるようにもなるので、自分に合った自分が今必要な支援を探してみるといいのではないかなと思います。例えば医療費の負担を少なくする自立支援医療とか、働きながら一般就労に向けての訓練ができる就労継続支援とか、ちなみに僕が就労移行支援の方を利用したことがあるかどうかっていうご質問も
もいただいたんだけれども、僕は利用したことがないです。カウンセリングはどのようなことをするんでしょうか？カウンセリングは多種多様なのでね、一概にこういうことをしますとは言い切れないんだけれども、僕のカウンセリングの場合は対話療法なので、普通に会話をしてるような形で、自分のその今悩んでることに対する答えを一緒に見つけていったりとかしていく感じです。手が暇にならないおもちゃについて知りたいです。前回僕の動画でちらっと紹介したこういう手が暇にならないためのおもちゃね。ADHD は常に手を動かしてないと落ち着かないっていう人多いのではないでしょうか。僕もそのうちの一人です。今僕が使ってるのは、この3つかな。でもこれはチークおもちゃになるのかな。見えないかもしれないけど、なんか光ってるところをどんどん押していくみたいな、そんなおもちゃです。これは頭を活性化したいなっていう時に使ったりしますかね。でこれはいろんなボタンがついていたりとか、あとはこういうなんか手をグリグリすることができる突起物がついていたりとか、スティックがあるよとか、だからこういうのをいじいじしながらだと意外と集中しやすかったりするんだけど、結構音が鳴るんだよね。ほら、こんな感じで。なので僕が今一番使ってるのはこのボールです。柔らかいボールなんだけれども、これをずーっと仕事中も、それこそ動画のことを考えてる時もずっとこうやってにぎにぎしてます。そうするとね、結構ね、集中力は維持しやすかったりして、すごくもうこれは手放せないですね、僕にとって。でも少しちょっと硬いから柔らかいボールも買おうかなって思ってるんだけど、僕はこれらは全部 Amazon で買っていて、ストレス解消グッズとか、集中力グッズとか、そういったあたりのキーワードを入れて検索すると色々出てきたりしますよ。気分が落ち込んだ時の対処法として何かやってることはありますか？僕は気分が落ち込んでやる気が出なくなった時も自分らしいなぁと思うようにしていて、全面的に今の現状っていうのを全て受け入れるようにしています。そして思いっきり落ち込んでる今を堪能します。落ち込んでやる気がないんだから今日のご飯はデリバリーにしようとか、落ち込んでやる気がないんだから今日はお風呂キャンしようとか、そうすると自然と贅沢でわがままな選択ばかり取ることになるので、いつの間にか体力もメンタルも回復していって元気になっていくかな。自分の言いたいことが言葉にできないです。頭の中で言いたいことがごちゃごちゃ出てきて全然整理がつかないことってよくあるよね。僕はそんな時は今自分が感じている感情とか心情をとりあえず口に出して相手に伝えるようにしていて、悲しいとか頭がパンクしているとかね。そこからどうして悲しいのか、どうして頭の中がパンクしている状態なのかっていうのを紐解きながら話していくと、徐々に頭の中が整理されていって相手にも伝えたいことが伝わるかなと思っています。ADHD の薬について知りたい。僕はお医者さんじゃないからそこまで薬のことについては話せないんだけれども、僕のカウンセリングにいらっしゃる方で ADHD の方でもその薬を飲まずに過ごされている方は結構多くいらっしゃいますね。ADHD の苦手ってどのくらいのレベルなのか、ADHD のできないことというのはどれだけ気をつけていても無理なのか、こちら側は諦めるしかないのか。ADHD が影響して苦手だなと思うことっていうのは、やる気がなくてできないというよりかは、脳が邪魔をしてきてできないっていう表現が合ってるんじゃないのかなと思っていて、例えば何かやらなきゃいけないことがある時に、まずどこから手をつけたらいいかがわからないっていう困惑が最初に生じるのね。それは ADHD は先を見通して物事を考えるっていうのがすごく苦手な特性があるから。だからすぐに行動に移せないの。で、何からやればいいんだろうなって悩んでる間に、自然と別のことに興味が向き始めてしまうのね。例えばゲームやろう、お菓子食べようみたいな、そういうどうでもいいようなこと、何も考えなくてもできるような楽しいことが基本的に多いんだけれども、で、気づいたらやらなきゃいけないことはせずに、やらなくてもいいようなどうでもいいことばかりやっちゃって、結果的にずるずる先延ばしをしてしまうっていうプロセスはよくあることだと思うのね。つまり、やりたい意志があっても脳が邪魔してきてできないっていうのが ADHD とそうじゃない人の大きな違いの一つなんじゃないかなと思います。で、そんな ADHD に対して ADHD ができないことはできないだなと諦めた方がいいのかっていう話なんだけれども、諦めるよりはそれができるようになるための工夫を一緒に探したりとか、妥協点を探したりとかした方が
いいのではないかなと思います。さっきの先延ばしの例で言うならば、手順を書いた紙を渡してみるとか、片付けができない人には、片付けをしなくてもいいけれども、必要なものだけはちゃんと定位置に戻そうねっていう妥協点を伝えてみるとか、かなり社会的に生きにくい ADHD の方がこうやって動画を制作できるのはなぜでしょうか？あれですね。ADHD と一般人の違いについてのショート動画もたくさんこれまで出してきましたけれども、それはなぜ作るようになったのかっていうご質問もあったと思います。一旦僕のことは置いといて、あらゆる分野で ADHD の方が活躍している場面ってたくさんありますよね。だから ADHD を持ってるからどんなこともできないってわけではなくて、自分の好きなこととか興味のあることであれば、とことんそこに追求して、活躍することができる人もたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、僕個人の話で言うと、別にその動画制作がすごいプロってるってわけでも全然ないし、動画制作に関しては、ものすごく多分他の人に比べたら時間はかかってる方なのかなって思います。一つのショート動画を作るのに何日もかけてすごい台本考えたりとか、編集どうしようかなとか、すごい時間かけてたりするので、動画制作が自分に向いているかどうかっていうのは全然ちょっとね、自信がなくて。ただ、動画を撮って発信するっていうのはすごく楽しいなと思って活動してるので、その楽しさのおかげでこれまで続けることができたのかなと思ってますし、今の僕にはもうこれが生きがいみたいなところもあるので、だから精一杯取り組むことができると思ってます。あと動画で ADHD あるあるをたくさん発信してるわけだから、自己理解がすごく深まっていて、ADHD ではないんじゃないかっていう風に思われることも多々あるんだけれども、客観的に自分のことを見ると、こういう感じだなっていうのは自覚できるし、多分皆さんもそうですよね、ADHD の方も。だけどいざそういう場面になった時に、僕はそういう人間だから気をつけようって言って気をつけることができるのかって言ったら全部が全部そういうわけではないんですよ。やっぱり自然と無意識的にミスはしちゃうこともあるし、人を傷つけちゃったりすることもあるので、僕はまだまだ全然ダメなところはたくさんあります。はい、いかがだったでしょうか？今回僕がお話しさせていただいた内容っていうのはあくまでも一個人の意見として捉えていただきたいなと思うので、ぜひ皆さんの、ご意見とかご感想があればコメントにたくさん書いていただけたら嬉しいです。それでは今日はこんな感じで、バイバーイ。